チキラドモジェジュンです。今回久々にね、レジェンドリーグのアタック紹介していきたいと思います。クイヒーラバルですね。新兵器がね、登場して新兵器との組み合わせっていうもので、今までの既存の戦術とね、組み合わせる戦術、新兵器を合わせてどうなるのかみたいな感じでね、結構みんなやられてると思うんですけど、クイヒーラバルって結構兵器のね、相性がいろいろ良くて、例えばボマーだったり、突撃艦だったりっていうのが今まで一般的に使われていた形だと思うんですけど、ウッドランチャー型でクイヒをより伸ばしたり、タウンホール逆サイドからウッドランチャーで伸ばしていくような形も見られたりとか、当然今回新しく新兵器が出たので、新兵器の削りをね、活かしたところ弱点に投げ込んでいく形っていうのも非常に強いので、今回ちょっとレジェンドリーグをやる機会がありまして、ここからちょっとね、レジェンドリーグのアタックも続きますので、ぜひ合わせてみていただければと思います。その中でちょっと紹介できなかったリプレたちになります。はい。ここから何日間かはね、ちょっと期待して待っていただければと思います。というわけで今回こんな感じでやっていきたいと思います。はい、というわけで早速やっていきましょう。今日はちょっとね、そうだね、今後ちょっと明日、明後日ぐらいまでは確か手元を撮影しまして、それでのレジェンドアタックだったり、こういう時にこうすればいいよみたいなことをね、こういう時、なんか手元のコツみたいな、そういう動画が上がります。はい。2、3本上がる予定かな。で、そうなるともう年末になってて、今年の振り返りだったり、ガクと世界大会後に話した、ガク森勝あたりとね、話したことが上がったりと。で、1月以降は、ちょっとガクともう一本、動画を撮っておりますので、その辺上げつつって形になりますね。なので、今日のレジェンドリーグのこの動画を耐えきれば、ここから結構面白い動画がかなり続くかなと思います。今年というか、今年は結構 YouTube もね、頑張ってやっていきたいなと思いつつも、やっぱ世界大会の方が優先されるのでね、最後の方はあんまり、なかなかできずっていうところだったんですけど、新シーズンになるし、これから、新しく年が変わりまして、また YouTube 頑張りたいな。またというか、少し時間もかけれるのでね、企画系だったり普段撮れないような動画もね、撮れればいいなと思ったので、最初のきっかけじゃないけど、なんかそういう感じの切り出しとしては、手元の動画を撮影してまいりましたので、そちらの方、これからもっと向上していくと思うんでね、すごいいい形を自分の中で見つけていこうかなと思います。はい。で、そんなこんなでもう始まってるわけなんですけど、最初からもう新兵器使ってないですね、この人。さあ、普通のウォールブレーカー普通にやってボマーに切り替えて、ゴリゴリやっていくと。さあ、ラバルパートスタートしてきました。最近のコツじゃないけど、クイヒーラバル系だとね、ラバ1のことが結構多いと思うんですけど、最初ラバ投げない方がね、強いかなってもうここ何ヶ月もずっと思ってて、ラバ投げることはあんまないっすね、初手のあれに。スーサイドラバルのように途中でトームを合わせていったりとか、最後の方にタゲとリーで使っていったりとか、理由としてはトームが使えることですね。トームを使ってラバーを伸ばしていくか、トームを使ってバルーンを守っていく。そうなると結局序盤の方でバルーン落ちないんですよ。イーグルの竹とか投石の竹をしっかり見ればですけどね。投石の竹が取れないとか、イーグルの竹が取れないとかになりそうならば、ラバー投げるべきではあったりするんですけど、それでも結構遅らせ目で出していきますね。で、対空砲。終盤、序盤でトームだったりでヘイスト打つじゃないですか。基本的にはね。そうなると終盤に呪文がなくなってくるので、そこからラバーを出してタンクしてもらって呪文がないバルーンでもたどり着けるような状況を作ってあげる。それがね、ラバー温存の意味合いって感じですかね。さあ、これで全開と。最初の方というか、この辺はね、やっぱ、レジェンドリーグずっとやってなかったんで、世界大会もあるのでレジェンドリーグをやっておらず、もともとここ何ヶ月かはずっとやってなかったかな。あれなんで次の時がないんだろう。来た。さっきヒーラバル。そりゃ、全部そうや。これは確か新兵器でやった記憶がありますね。確か。クイヒールートと兵器をどこに使ったかぐらいは覚えてるんで。さあ、見ていきましょうか。正解は9時でした。こういう時、どこに出したかなとか予測を立てれるといいかなと思います。同じプランにならなくても、ここ兵器刺さりそうとかそういうのがね、見れればね、レベルアップできるかなというところで。
3時に新兵器を投げつつ、9時からキングでマルチ IT を降りつつ、食い火を進めていく形になりますね。まあ、外周部結構ホーミング多いんで、こういう偏寄せた配置ってホーミング外周が多いんでね。はい。で3時アーチャータワーをね、兵器が射抜きつつ、逆サイド食い火の方で援軍潰したり、まあ、ロイちゃん潰したり、いろいろやってますね。で、これさ、3時、マルチの方が近くねー。なんか、ウィズと打ち始めてぐるっと回って、なんかマルチ IT に撃たれ続けてましたね、あのバカ兵器。一瞬でやられてました。何こいつ一瞬でやられてんじゃんっていうのをしっかり見てたので、ここはフリーズをかけてしっかり降り切るに行く判断をします。まあ、食い火だけ見るんじゃなくて、食い火割と、HP 的にも余裕を持って回れそうな状況だったじゃないですか。まあ一応3時の方はね、まあテスラとかもないスペースなんで、そんなに見る必要はないんですけど、どうなるかをしっかりチェックしていくような形でした。まあ結論、なんかマルチに打たれてたので、ああ、こいつやってるわって感じで。さあ、ストライクは添えていきつつ、フリーズ打つか迷ったんですけどね、打ってよかったですね。まあストライカー3体いたんで、ワンチャンいけるかもって期待したんですけど、ダメでしたね。さあ、これによって食い火は死んでしまいます。そうだ、クローク入ったんだったって感じですね。まあ、その分ね、ラバルパートに呪文がたくさん残ったんで、ふんだんに作ってあげましょう。で、思ったのが、3時のこれ兵器なんですけど、早すぎたかなーって。まあ、新兵器刺さるところに早めにね、ぶっ刺しておくのもいいと思うんですけど、もうちょっとは遅らせて出してね、まあ同時に進行できたりとか、最大これで2分ぐらい動けるんですよ。あいつタゲ受けなければ。今回の場合って、まあどっちにしろこういうクロスボウとかに撃たれちゃうんでね、まあもっと貯めてあげてからもの方が良かったかなっていうところかな。うん。まあ、食い火死んだけど問題ないね。その分呪文をラバルパートに回せたりもするので、さあこれでフィニッシュと。ものすごい量の罠が出てきたのです。最終的にはバルーンは結構落とされてっていうか全部落とされましたが、食い火を生き逃しておけば関係ない話だった。はい。さあ続けて対策陣と。意外とね、タウンホールじゃないや、トロフィー下の方って対策陣も多かったりするんですよね、これが。普通に楽しい。うん。これはね、間違えてしまったので忘れてて、あ、やっべ、これヤンキーになったって感じになります。というのもね、兵器をね、タウンホール用に残しとこうと思ったっていうかそういうプランだったのに、兵器使っちゃいました。まあ見てればわかります。あ、そうだ。結構右側でね、僕の写真が出てると思うんですけど、まあ、結構入れ替わりが激しかったりして、目がチカチカするとか、僕の方に注目がいってしまって、リプレイ見づらいですみたいなのもね、あったと思うんですけど、僕の方で素材いただいたので、自分で作り直しました。デザイナーさんに作ってもらったんですけど、これでどうやみたいな感じでね、作り直しました。かなり落ち着いたような感じになってると思うし、もう実は数本このバージョンでなってるんですけど、これに変えてから何も言われてないんで、まあいい感じじゃないかなって感じですね。バレてなさそう。変えたことにすら。さあ、ここは。そうなんでね、スニゴブってどんぐらいの火力あるんだろうと思ってね、舐めてたらね、意外とスニゴブ火力高かったんですよね。びっくり。しかもスニゴブってさ、殴れないんよ、クイーンが。いないからね。スニーク中なんで、いないからね。びっくりした、意外と。お、火力高いと思って。さあ、ウォールブレーカー真ん中つけていって、これで兵器をタウンホールに残していくっていうプランで、行こうっていう風にね、攻める前に見て、村見て、ああ、それで行こうと思って攻めて、グヒールと完璧に決まって、兵器だけタウンホール残しとけばいいやと思って、投げてるんですよ、これ。投げちゃったって、投げた後。で、ロイちゃんも、どっちか残しておけばよかったんですけどね。兵器かロイちゃん。両方投げちゃったんでね。あ、やっちゃったって。まあ、やっていくしかないですね。で、ワンチャンこれタウン、クイーンで打てないかなってことも考え始めてます。もう投げちゃったんでね、こんなに。ということなので、ウォールブレーカー投げていったんですが、左下についていきつつ、このトルネット、タウンですら、
重い。これ無理だなと思って、しかもそっち寄んないなってことなので、フリーズ、ヘイストを残していく形にしました。うん。まあ逆に言うとボマがここまで残ったんでね。どっちにしろボマがタンクしてくれましたね。はい。まあ一応これで大量のバルーンが残ったので前回と。対戦だったらとんでもないミスでしたね、これ。危ない危ない。さあ、これは確か新兵器でやりましたね。さあ、新兵器今回も登場です。上から食い火をした記憶、そして6時の方を新兵器で狙ってった記憶という形なんですけど、6時の方がね、割とテスラスペースもあるのと、イーグル砲周りってテスラもあったりするんで、まあ、そこを警戒しつつバルーン投げてますね。大工が結構外周部にあったので、外周部にはテスラがないっていうのがこれで分かりました。で、内側にテスラ出たのを見て、まあこれは問題なさそうかなと。まあ、少なくても直線上にはテスラないですからね。まあタウンホールの方はグイーン入ってしまった。まあちょっと流した方がいいなと思ってたんだけど、入っちゃったんで、まあしょうがないな。その隙に6時側やっていきます。まあイーグル砲を先に折らせるとね、食い火に対する被弾もね、かなり収まるのですと、まあイーグルへの攻撃って結構何回も攻撃回数が必要だったりするし、大工も絡んでるので早めにやりました、今回は。さあ、援軍処理とターンをくるっとやらせていきつつ、この後クイーンがどっち回りで行くかっていうのがね、非常に大事だったので、そこを見極めていきます。さあ、ノロノロ中にグランジを打って、これどうなるかなっていうところで右だと思い、右にキングを召喚させていきつつ、右入った後左に流れるっていう、あれだったかな、確か。うん。そうですね。外周、ちょっとテスラに引っかかって、兵器の方は割れてしまってますが、イーグル砲がもうすでに倒せているので、クイーンの方に被弾が来ません。さあ、インビジブルかけたんですけど、かけたにもかかわらず、クロークが飛び出すというね、嘘だろっていう感じだったんですけど。はい、来ました。右に来ましたね。さあ、ボールブレーカーもしっかり継ぎ目を開けれていたので、まあ、クイーンのルートはある程度確保できそう。ロイヤルチャンピオンもキングで潰しつつ、ロイちゃんの方でマルチ折れるなら、イーグル折れてるし、これは10時からラバルだってことで、まずはラバストライカートムでスーサイドラバルと同じような形をとっていきますと。はい。で、中心部クイーンの方もね、1尾ギリギリだったので、これは一旦フリーズをかけてあげつつ、さあ、ラバトームが解けたんですけど、ラバがずーっとここで炭鉱してくれているので、その隙にヘイストをかけていって終点やってくると、フリーズも一発ありつつ、まあ、イーグル方針兵器が先に潰せたのと、まあ、ないな。テスラとかもあるしね。まあ、これ初手で突撃艦テスラに、イーグルにドッカーンとかやってるのと結論同じなんですけど、イーグルの方にエアスイ吹いてたりとかで、それがね、できないんで、やっぱ新兵器じゃないとできない仕事量でしたね。まあ、テスラチェックはある程度必要だったんですけど、イーグル撃つまでにテスラが生えないっていうのがね、最初のバルーンで分かったので、まあ比較的安全にできた今回のルートだったんじゃないかなと思ってて、まああとはリックスケルトンが外周部にあるとかなのでね、それに関してはガーゴイルだったりをちょくちょく構えてました。これリックスケ出てないっていうのを食い火しつつ6時の方も見つつっていう形で、結構真逆なんでね、上と下と、まあその辺は結構難しいところではありますが。さあ、続けて、残り3本ですね。今日は見ていきましょう。まあ、これはシンプルでいいですね。シンプルに突っ込んでいきましょうという形を取っていきました。まあ、マルチ IT3 本、しかもダウンホール投石、クロス。美味しい。まあ、ロイちゃんとクイーンの方がね、なかなか触れないような位置にいるんで、そこだけちょっと気がかりではあるんですけど、それを抜きにしてもめちゃくちゃ美味しいバリューだったので、こちらサイド一択でしょうというところでね、タウンホールも出るからね。火突っ込ませていきました。で、ロイちゃんの方はキングで潰していくようなプランにしていきます。で、クイーンはワンチャン食い火で落とせるからそれでいいし、まあ落とせなかったとしてもキングでロイちゃん潰せるってなるとクイーンに対してストライク合わせればいいだけなんで、あとは。はい。で、右のマルチはロイちゃんで降りに行きつつ、左の方は投げで狙っていきました。はい。次目しっかり狙ってたとこ空いたので、くるっと入ってくれましたね。さあ、ロイちゃんの方は、ポイズンをかけていきつつ、
フリーズかけたっけかな。さあ、フリーズかけましたね。フリーズかけてクイーンの処理をいけそうだったので狙いに行きつつ、キングの方はロイちゃんまで手が届きましたね。で、その隙にクイヒーを外周部インビジブルで隠すことできっちり内側へ誘導していって、気づいたら、クイーン、ロイちゃん全部潰せっす。クイヒーパート、くじ側一掃できましたね。めっちゃ美味しい。まあ、これは新兵器使うまでもないし、新兵器使おうと思った時に、クロスボウだったり、迫撃砲だったりがね、3時側の方にはたくさんいるので、まあ、新兵器はそんな伸びなそうだよねっていうところで、普通にボマー採用ですが、ボマーが正解なんじゃないでしょうか。普通にまあ、突撃艦でもいいかもしれないけど。さあ、今回もラバに巻き込めるようなトムが撃てたらよかったんですけど、まあ、ちょっと、ウォーデンの範囲的にね、撃てなかったので、トムは、まあ、渋々バルにかかるような形で撃っていきました。まあ、食い火しちゃったらもうあとはやることないよね。ラバル垂れ流すだけど。新兵器は本当に強いんでね、刺さるところがあるならばね、新兵器をうまく使えると、まあ、どの戦術においてもリードが取れると思うんでね、アドが取れると思うんで、そういう目線で村を見ていくといいんじゃないかなと思います。はい。まあ、序盤の配置なんでね、その辺ちょっと容赦していただきたいんですけど、僕は選べないですからね、引く村を。今回も、3層分けだったかな ?3 層とか4層とかパン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 って開けてって、いいルートを作れた記憶。で、新兵器も今回は使っていきますが、これどう見ても12時なんですよね。なぜなら、下なら援軍が出てしまう。3時はクロスボウ、クイーンがいる。12時だけ迫撃砲もない、クロスボウもない。撃ちたい放題じゃん、ここ。ってなってるんですよ。で、迫撃砲もないんですよ、ここ。何ここと思って。極楽すぎるんですよ。で、対空砲ないでしょ、12時。内側に入ってるんで。テスラが出てもバルーンで簡単に折れるんですよね。12時一択です。12時しかも新兵器を安全にさせる。まあ一応これはテスラ構えてましたけどね。ただ、クイーン入れた9時の方でテスラが生えてきたのが見て、あー、なるほど、そういう系ね、ということで。内側です、これは。読みは。で、この区画はマルチが2本撃てるので、ここから入れていくと。で、大砲のタゲを取ったのを見て、ウォールブレーカー2連で投げます。さあ、1発目開けてから2発目が奥まで穴を開けてくれる。完璧。で、これで12時側がね、完全に切れているので、クイヒーも横打ちはないし、そっちからの、そっちに逸れる心配もないっていうところでね。これ12時側サイドカット綺麗にできてるの強いっすよね。さあ、しっかり投石機が折れて、ポイズン効果も切れそうなぐらいで穴開けをしてあげます。そうすると中心部までクイヒーが入ってきて、キングも使ってないんでね、新兵器とクイヒーだけでも 50% ぐらい削れてるわけで、クイヒーのイちゃんとうとう余った感じになりましたね。新兵器はようやくここで割れましたが、十分すぎる仕事をしてくれました。さあ、ラバにもかかるように初手トームをかましていって、ストライカーで相手のクイーンを処理していきつつって感じを取っていく。はい。まあ、ラバはこうやってタンクをしてくれてるので、追いついてからようやくここでヘイストを打てるような形になりましたね。さあ、まあ、ここはフリーズをかけつつ、エアスイもフリーズかけていきつつ、ヘイスト余っているので、ヘイストかけてもう一回フリーズかけて終了と。キングも使ってないし、ロイちゃんもなんか余力ありそうですね。まあ、キングがやってくれるようなサイドカット、キング穴開けサイドカットみたいな12時区画を兵器一つでやってくれてるから、キングが余ってったわけなんですよ。なので、なんか、プランニング的にはもう一回キングをどっかに穴開けてぶち込むっていうのもありだと思うんでね、その余裕をね、新兵器が作ってくれた。めちゃくちゃ強いですね、これは。さあ、本日ラストアタックです。これも新兵器にしてるけど、多分これはボマーでやった記憶がある。はい。まあ、6時からこれは左側へ流していきます。AT 拾いつつ左に流せるんでね、このルートだと。美味しいなと思って。さあ、対空砲が壊れたのを見て、ホーミングチェック投げていったら、サッシーですね。これ絶対左サイドもあると思って、投げたはず。右サイド赤爆来るでしょ。さすがにあるでしょ、これ。いや、投げると思うけどな、俺なら。投げてるよ、やっぱ。
この角度だと大工の小屋に行くんで、はいはいはい。ほら。今の角度で投げてあげると、外側にあるホーミングだったり赤枠も拾えるし、内側にあるタウンホールの、この壁の内側にあるホーミングのも解除できるので、今のタイミングで、今の角度で投げてますね。そしたらもう一個出てきました。なるほどと。さあ、トルネードも見えたので、ここはホーミングもう一個ぐらいあってもいいかなっていうところで、インビジブルで隠して奥まで捧げたことで、まあこれはある程度奥はないのが分かったので、まあ OK と。さあ、投げしてあげてキング。十分ですね。さあ、ストライカー添えつつ、ちょっと遅かった。ガンポイズンやっぱ強いね。さあ、ウォルブレーカーで次目開けていきつつ、キングの方がサイドカット兼施設を破壊してくれたので、レッツゴーです。さあ、ロイちゃんで対空触れそうになったタイミングでボマーを刺していくことって、まああの辺対地系の防衛施設しかないんでね、ボマーが伸びていくと。で、ラバルを上からスタートしていきつつ、ラバーを遅らせて投げていくんですけど、ラバーにもこの辺で打ちたい。ナイストーム。ラバー。ボマーだったり、ロイヤルチャンピオンすべてにかかるようなトームをかけたので、きっちり生き残ってくれてますね。で、ボールブレーカーここもう一回、3時を開けつつ、ここ3時内側を開けることでクイヒーを真ん中に。3時に入れたいので、一回3時の方は穴開けしてますね。3時の区画を穴開けすることで、このシングルインフェルノの部屋にクイヒーを誘導することができていると。ちょっとマルチの方は寄らなかったんですけど、余裕です。さあ、これはバルーンの数が足りてるので、3時ヘイストで早めた方が、これは実は、前回近道です。ドラゴンライダーもいるしね。さあ、残り時間もそこそこ短くなってきたところなんですが、最後回収をしていって終了。あ、これラストリプレイだ。終了でございます。はい、というわけで今回はね、レジェンドリーグの方からクイヒーラバル、新兵器も交えつつっていうところでした。ボマーも今まで通り非常に強いのでね、配置に合わせて入れ替えることができたら、クイヒーラバルだったり、クイヒードラゴンライダー、おのおの、その辺の戦術、今まで通り強いんじゃないかなと思います。最近ガクはね、突 AT 型のやつでやってたりとか、でもいろんな形で結構、ベルナーとか新兵器で、もう使えるときは使ってたりするんでね、クイヒーラバルといってもいろんな形、いろんな兵器の使い方があるのかなと思います。ある程度ね、スーパードラゴンと新兵器が出て、環境落ち着いてきた頃合いだと思うんですけど、皆さんどうやって使ってますか？クヒと新兵器のね、相性は非常にいいのでね、ぜひまだ試していない方は使ってみてください。これから数日間はね、レジェンドリーグだったり、フレンドリーチャレンジだったりを、実際に手元が映るような状況でね、動画を上げるあれなので、ぜひそちら、どんな感じでやってるのか、どういう風に見てるのか、どこを見てやってるのかっていうところをね、見に来てくれると嬉しいです。というわけで今回はこんな感じだと思います。チャンネル登録お願いします。また次にお会いしましょう。さよなら。